術学院の総教練真鍋岳山でございます。今回はですね、少年党解説シリーズその8ということでございましてね、次、少年党の方の順番でいきますと、次はヒュンサオでございますが、ヒュンサオはある程度もう先に言っておりますので、今回は割愛させていただきます。そこで、次はウーサオということになります。いろんな場面でもウーサオという手形はよく他の武術でも出てまいります。当然詠春拳でも重要な形となるわけでございます。単竿で始まってでウーサオで戻します。これが少年党の形の順番の動きですが、ここでよく考えていただきたいのは、ウーサオというのは本当の戦いの中で前に力を出すんです。この状態から前に出して受け取ります。これがウーサオです。しかるに、少年との肩では後ろへ下がっておる。これ一つの不思議でございますが、前へ出すよりも後ろへ出す方が分かりやすくて理解できるということもあるんですね。ですから単竿を出すだけ出してこんな感じで出して、そこからヒュンサオウーサオになります。ヒュンサオ、この位置は一緒ですね。この位置は 3D 上のポイントは一緒です。回ってウーサオに変わるわけです。で肘が締まってるものが開きます。手首は一緒に動きます。これでウーサオ出来上がるわけです。こんな感じになりますが、でこの状態でYouTube 動画で良くないなっていうのは、肘だけが曲がってる。肘だけが曲がって下がってる。こういうウーサオはダメでもです。この肩から手首までで作り出すこのアーチ、これをギブと言いますが、アーチにはこの肘にかけての R がありますね。単竿でしたら135度、ボン竿でしたらこれ135度、国竿でもこれは90度以上曲がっております。これ定型的な形があるわけですね。しかるにウーサオの一番適切な形、肘の角度っていうのはこれ一定してませんが、一定してないからといってこんな感じで肘だけ曲げる、肘だけ曲げる、こんな少年党をする人はちょっと良くない少年党の例ですね。例えばこんな感じで肘が伸びて、この時はいいんだけどこの時はいいんです。大体いいんです。でこう戻ってくると、このまま肘だけ曲げて戻ってきますと、ここら辺で急に弱くなるんですね。相手のパンチを受けることができなくなる。これはまずいですから、ここから戻ってここまでの間で防御力が下がるということは良くないですね。この状態からこの状態の間のこの直線の間の軌道、この軌道の上の点で防御力が減弱するということはあってはならないということでございます。それをどういうふうにするかは、割愛させていただきます。というようなヒントでいろいろ考えていただいたら答えは当然出てくるわけですけど、とりあえず肘だけが曲がっておる。で単竿でこう前へ出して、ウーサオでこう戻る。こういうような少年党はもうダメでございます。よくよく
考えたらすぐ分かることなんですが、あんまりみんな考えずにやってる場合が多いです。自分なりの工夫というのがなかったらダメですし、たとえ自分の先輩やチーフがそういうふうにやりなさいと言ったとしても、それをいっぺん自分の中でよくよく考えて、こうするためにはこうしないといけないんじゃないかなと思って修正するという考え方が必要ですね。そういう考え方のなく少年党をやる人は資格がないということですね。よくよく自分でこの自分のありようというのを考えて、でその技の目的というのを考えて、ならば自然にそういう答えというものは出てまいります。そういうふうな考え方でこの少年党というのは、整体して考えていかなければならないというような型になっています。そうすれば答えというのはおのずと出てくる、自分なりの工夫というものも出てまいります。それなくして、何にも考えずに上から言われたからそうやってるんだ、これが伝統的というわけではありません。で伝統的であってもいっぺん自分で飲み込んで、それで自分で使えるようにしていくということを考えなければならない。別に上の人がそう言ったから私もそうやってるんだっていうんじゃ説得力に欠けますよね。そうじゃなくて、こういうふうに自分はこうすればこう力が出る、もしくは、言ってる通りになる、理屈に合うというようなことで、検証していただくという、人は何人たりとも怠ってはならないものだと思います。もしくは、こんなものもう使えないわ、嘘です、ダメですというような結論もよくありません。ことに、英春拳の技の中でこんなの使えませんよっていう人多いですけど、そんなんだったら省略すればいいんですよ。この技は使えませんから省略します。それはそれで正しい英春拳かもしれません。でもちゃんと研修してなければ、それが本当に正しいのかどうなのかはわからないということになってしまいます。そこでウーサオでございますが、こんな感じでね、こう下げていくわけですね。ぐーっと下げていきます。どういうふうに下げるかというのは、ここに対する圧力がかかって相手のファックを受けられるわけですね。でどの長さにおいてもその力が維持できること、そういうのを念頭にやっていただけたら自然と答えというのは出てくると思います。一番良くないのは肘だけが曲がって、肘だけが曲がって縮んでいく、こういうウーサオは全くダメでございます。少年党の YouTube 動画見ていただいて、こんなことやってる人がいたらもうダメなんですよっていう感じで思っていただければ結構です。はい、それでは今日はこれで終わりたいと思います。ありがとう。